皆さん、こんにちは。今回の動画はリャオトン重工兵について作成しました。少し前の修正で強化が入り、忠次に代わる大盾として台頭しました。ただ、無課金兵団共通課題である移動速度が非常に遅いので、ガチガチの海中軍魂を使うことで現環境移動速度マックス状態にしたらどれだけ使い勝手が変わるのかを検証しつつ、兵団特色を紹介していきます。それではどうぞ。回復スキルが欲しいのでしたルートを選択。海中軍魂は移動速度アップ V をセット。それだけでは足りないので別の移動速度アップ軍魂もセット。ステータス上の移動速度は 4.7。 基本的な戦い方は武将護衛を使用しつつ前で耐える役割。なぜなら武将護衛でないと制御無効効果は発動しないため、転倒させてくる武将や兵団がいない場合には列陣でも OK。 このスキルを検証・分析している人がいないようなので正しく機能しているのか確認する。3回被弾ごとにかかるバフは単体ごとでその効果は7秒程度継続する。うち最初の2秒が制御無効、そしてバフの上書きは行われない。つまり後半5秒とバフがかかるまでは転倒してしまう。常に制御無効とかできません。バフが重複発動されないことがわかるシーンがこちらです。制御無効効果あり。バフがかかったところでブロック破壊時はノックバックする。武将護衛なしの列陣形はこんな感じ。超近距離のビートバックは強いが近距離からの範囲攻撃でビートバックを無効化されてしまう。また横からの攻撃に弱い。武将護衛を進める理由はこれ。気になっていると思いますので 100M あたりの移動時間比較をします。100M でも圧倒的な差が生まれた。
両党重工兵の方が味方の兵団より速い。両党重工兵の方が味方の兵団より速い。両党重工兵を移動速度特化型にして使い勝手を試してみましたが、結論、非常に使いやすい。運依存なので厳しいとは思うが、自ら海中軍魂とイベント軍魂を集めて移動速度向上を狙うしかない。